忠臣蔵。元禄時代の話です。元禄時代は1688年から1704年。長く続いた戦国時代がだんだん忘れられて、平和しか知らない世代がほとんどになっていました。侍は戦わなくなって役所仕事をするようになりました。しかし戦う機会がなくなっても、侍には大小2本の刀を刺すことが許されていました。侍にとって刀は主君のためにいつでも命を懸けて戦うという覚悟と誇りを表すものなのです。元禄14年3月、江戸城では京都から天皇の勅使を迎えていました。勅使は天皇と同じように接待しなければならない大切な人です。将軍がその大切な勅使を接待しているとき、事件が起きました。江戸城内の大廊下で赤穂藩主浅野が、あの時の恨み、覚えているかと言って、吉良の額を切りつけました。絶対に刀を抜いてはいけない江戸城内。しかも、一番大切な接待中の流血事件でした。浅野は接待の準備を任されていて、吉良は彼の指導役でした。浅野が吉良に対してどんな恨みを抱いていたのか、本当の理由は誰にもわかりません。事件の報告を受けた将軍は激怒して、よく調べもしないで浅野を即日切腹させてしまいました。そして赤穂藩はお取り潰しが決まりました。日本では昔から喧嘩両成敗です。喧嘩を裁くなら両方を裁かなければなりません。しかしこの時将軍は浅野と赤穂藩には重すぎる罰を与えたのに、吉良には全く罰を与えませんでした。朝廷と将軍家との橋渡し役だった吉良は、将軍家より格が上だったのです。赤穂藩の侍たちは、江戸からの知らせを聞いて驚きました。全員、主君と仕事をなくして、居場所もなくなって、赤穂から出て行かなければなりませんでした。このことを聞いた人々はみんな、将軍の裁きは不公平だと思いました。明治時代まで日本では仇討ちは正当な権利だと考えられていました。家族や主君が殺されて、公権力が犯人に正しい罰を与えられなかった場合、残された人は何年かかっても仇討ちをしなければなりませんでした。赤穂藩の浪人たちは仇討ちをするべきだ。もし何もしなかったら、彼らは侍ではない、腰抜けだ。と、当時の人々は考えました。幕府と将軍に対する人々の不満が、赤穂の浪人たちへの無責任な期待になっていました。しかし、もし本当に仇討ちをしたら、将軍の裁きが正しくなかったと抗議することになります。絶対に許されません。全員犯罪者として処刑されるでしょう。赤穂藩の筆頭家老だった大石内蔵助は、毎日遊び歩いていました。他の浪人たちも新しい生活に慣れて、仇討ちのことなど
少しも考えていないように見えました。それで人々はがっかりして赤穂の浪人たちをバカにするようになりました。侍がかっこよかった時代は終わったと誰もが思いました。しかし彼らは諦めていませんでした。キラを油断させるためにみんな諦めたふりをしていたのです。元禄15年12月14日午前4時。月の光が雪に反射する中、赤穂の浪人47人がキラの屋敷に討ち入りました。キラはすぐに寝室から逃げ出しましたが、浪人たちは台所の裏の物置で彼を見つけました。額の傷がキラ本人だという証拠になりました。戦いは2時間ほどで終わりました。死者はキラを含めて15人、全員キラ側のものでした。朝になりました。赤穂の浪人たちはキラの首を持って主君浅野の墓がある泉岳寺へ向かいました。そして墓の前に首を備えて仇討ちが成功したことを報告しました。幕府は彼らの行動を仇討ちだとは認めませんでした。しかし犯罪者としての処刑ではなく、侍として名誉の切腹を命じました。この事件には多くの謎があります。なぜ何十人もの浪人が警備が厳しい江戸の中心部に長期間潜伏できたのか。キラの屋敷から泉岳寺まで12キロ。人が多い道を3時間も歩く間にどうして誰も捕まえなかったのか。将軍家が自分たちより格が上の吉良家を潰すためにわざとやらせたという説もあります。いずれにせよ赤穂の47人は忠義の英雄として当時の人々に高く評価されました。この事件を題材にした文楽や歌舞伎が大ヒットしてロングランを記録しました。今でも彼らの活躍は小説や映画などの新しい作品になって日本人に広く愛され語り継がれています。